村ラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。兄ちゃん、今日も番組の掛け声教えてよって。お前もっとお前周り見ろお前。忙しそう。お前隣だよ。お前いつまでたっても終わんねえぞお前これ。おい陽介じゃねえかお前どうしたんだよ。いや掛け声をねいつもみたいな感じで教えてほしかったけど、何忙しくねえよ。忙しくねえよ全然。忙しくないの？だってほらその周り見ろとかさ、それは隣に置いとけ。ぷよぷよだよお前。わかるだろお前。今ぷよぷよだから周り見ろって言ってよお前。あ、そう、じゃあ掛け声よろしくお願いします。おい、今日もお前しょうがねえなお前。母音だけだぞお前。いいかお前ちゃんと。お前最近ちょっとだけ会ってんのなんとかしろよお前。ぷよぷよ。どっちかにしろお前。当たるのか外れるのか。かかったからやりましょう。はい、じゃあお前今日掛け声はこれだ。おえあいおおうあおえああおえあいおおうあおえああ。分かったかお前。お前忙しいんだお前。ちゃんとお前言えよお前。お前陽介頑張ってな。陽介さんまもなくです。お前番組始まんじゃねえかお前。3秒以内にさっきのお前掛け声叫べ。それないよほんまに。たこ焼きはいやまさらかほらお前やだはいやさらかそれ飲みすぎいや飲んでないんだよ。スパイヤーさらかスパイヤーのバサラカ。こんばんは。時刻が深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介です。ドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきます。文章だいぶ伸びてなかった結構長くしてたよね。なんだあれ、ね、俺はなんて言った最後たこ焼きにしか聞こえないおえああだから俺たこ焼きに全く合ってないのよ全然合ってないのよ、はい、俺たちの夜はこれからって言ってたよね。そういうことね。だいぶ伸びてたよね何もかすんなかったよ今回どっちかにしてくれてありがたいよ。兄ちゃんも怒ってて中途半端に正解するの。いやぷよぷよするぐらいならもっとね分かりやすい文章にしてほしかったですもん。ということで、なんと明日、ジャストライクディス2024です。いよいよです。いよいよですね。はい、いよいよ来ましたね。初めての僕はヤオンかな。ヤオンで、スパイアは最初のジャストライクディス。そうはい、何年前それ。何年あれ頭で2011年だから13年前。13年前。やば。俺13歳じゃん。はいその頃にヤオンやってたんですよ僕ら。なるほどね。いやでも気持ちいい場所ですよヤオンは。そう俺一回も行ったことない。すり鉢状になってて、あれだよ。だから後ろのお客さんが同じ目線ってことでしょ。もうちょっと高い可能性もあるね。どんなライブになりそうですかって書いてあるんですけど、どうすか。どうなんだろうね。どうなんだ。でもジャストライクディスって基本的になんかちょっと懐かしい曲やったりとかしてる。確かにそうライブでもあるから、この曲来たってね思ってもらえるんじゃないかな。俺にとっての新曲は、ね、今回結構多めだね。結構多めだよね。スパイアの新曲もあるしね。そうだね。だから割とこうそれ来たんだとかっていうことになる可能性もあるね。リハ入ってるけどさ、これキーどれみたいな。そう違う。そうなのよ。しょっちゅうだよ。そうしょっちゅう出るんだよ。キーをね楽曲によってねキーがあるからでしかも前の曲すぎていや今までの活動の中で変えてきてるのが元に戻ったりしてるから、いや原曲でよって言って原曲どれみたいな結構あたふたしてるやつ。そういや面白かったですよね。結構3週間前ぐらいから始めてて、いろいろとやりつつ面白いライブになりそうですね。面白いライブをねできるように頑張ります。ということでここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージ紹介していきます。
ラジオネームなかなかお便りが採用されないマリアさん、はい、陽介くん健太さんこんばんは。こんばんは。毎週リアタイで楽しませていただいてます、ありがとうございます。もうすぐジャストライクディスですね。私は野音が初めてだということがあってとても楽しみでドキドキしています、はい、そろそろ当日の服装も決めようと思ってるんですが迷っています。ロングスカートとミニスカートどちらがいいと思いますか？ズボンじゃない？ズボンね、ズボンにスニーカーだと思いますねきついと思うよ、なんかスカートなんか多分季節的にもね夜だとちょっと肌寒いよね、可能性もあるし、ライブ外だしね、外だヒラヒラしちゃうよね。強風が吹いた時とか大変だよね、スカートね。隣の人にブワーってなっちゃったりだからズボンがいいと思うそうですね、ズボンにスニーカーを推奨しますかね。ね、多分足も疲れるだろうからね、そうスニーカーでいつも履き慣れてるさ、やつとかいいのかもしれない。そうっすね。これ難しいよね。これ関槍のさライブになるとさ、でも来る側の人たちはおしゃれをしたいっていう気持ちもすごくわかるし、ただこうなんだろう、僕ら側からするとさ、そのスポーツに近いじゃん、ライブを見るって。でやるのもそうだし見るのもそうだけど、やっぱり動きやすい格好の方がいいよね。そう、最後まで怪我をせずに終えられるから推奨するならそっちっていう感じだね。だから見方にもよるかね、なんかこうだからすごい本当にこうなんだろう、楽しみ方の一つとして、いわゆるなんていうか大人み、するんだったらいいかもしれないけど、でも規模で、ワンマンで、1年に1回のイベントでってなったらやっぱね推奨ですよね。そっちのスポーツ的な感覚をねでね、動きやすい格好の方が絶対いいと思うから、いいかなと思うね。なので、ズボンにスニーカーでその中で多分マリアさんが可愛いなと思うコーディネートしてきてくれれば、そうだね、全然今いっぱいあるから、その中で決めてください。ぜひです。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。スパイアのバサラカ、お送りした曲はスパイアで Feel So Good でした、はい、それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の話なんですけど、このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは紳士なので決していやそれあなたの話でしょなんてことは言いません、はい、ぜひ友達から聞いたことを教えてください。ということで先週募集したら皆さんの、友達から聞いた話が届きました、ということでラジオネーム珍獣8号さん、ありがとうございます。僕の友達の話です。ほう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 。彼は当時好きな子がいました、どうにかその子と付き合えないかと試行錯誤していたのですが、会話がうまくできなくて苦戦していました、本当にやばい時は距離感を間違えて急にじゃんけんを仕掛けてしまうとかしており距離感すごい間違い方すんな。バグだよねおすごいな、そういうのもあって怖がられていたと思うのですが、ある日学校から帰る時その好きな子から手を振られました。彼は嬉しくなって全力で手を振り返りました、すると後ろの方からバイバイと男性の声で聞こえてきました、そう彼は好きな子と、その子の彼氏の間に偶然いて間違えて手を振り返していたのです。彼はいきなり突きつけられた現実に打ちひしがれました。でもそれが区切りをつけるいいきっかけになって、自分がいかにやばかったかを振り返ることもできたので今になればよかったと思ってるそうです。彼が本当にやばい人にならなくてよかったと自分のことのようにまあいい話、いい話だね。ある？俺ね、なんかねこれに近いの1個あるよ、やっぱ。陽介の話なの？友達じゃなくてこれは俺の経験の話、今からするのは陽介の経験の話、俺の経験の話は普通にだからあれだよ、ちっちゃい頃、お母ちゃんと思って、こうやってこうしてたら、全然違う人のお母さんだったみたいな。なるほどね。まああるあるよねこういうの。この間逆にされたもん。どういうこと？いやだから俺は手を普通になんかね
並んでたのかなどっか、なんかで、で手ブラーってしてて、だから何もしない状態、もう手ブラーってだから多分ねその子のお父さんが俺の後ろにいたのかな。なるほどね。でその子は全然あさっての方向を向きながら歩いてたでしょ、で俺の手にがさ、急にムニュってなったから、パッて見たら、ちっちゃい手が俺の子にこうヒュッてなった。うんって見たら、その子がお父さんと間違えて、俺の手に握ってらしくて、いや泣かれちゃった。いや間違えたのそっちってなるよね。あごめん、俺なんか握り返してもなかったから、あれって思ったら、うわーって。いやあるよねこういうのね。確かに。いやでも切ないね。さ、珍獣8号さんがさ心境が分かりすぎよね。これは自分がいかにヤバかったかを振り返ることもできたのって書いてるけど、友達の話だよ。これは友達の話一応ね。じゃあ怪しい匂いがするなこれ。ここ淡かったね。ここ自分って書いちゃう。自分。いやでもねタイトル見て、僕の友達の話だから。あそうか友達の話ですね。いやでも距離感間違いすぎだよね。この急にそれはね距離感間違いすぎだね。急にじゃんけんは急にじゃんけん。まあでもこれは良かったよね。だって結果ね今多分あれでしょ、その珍獣8号の友達はやばかったんだなって気づけたってことじゃん。それをだからノーマルと当時は思ってたってことだね。その距離感のつけ方っていうのがまあでもいいことだよね。そうだね。自分のまあダメなところじゃないんだけど、そのコンプレックスになるところを改善しようと思わせるきっかけになるところだからまあいいよね。だから黒歴史は必要だよ。そういうきっかけにあれして、でも可愛いよこの人も。いや可愛いよ、本当に陽介も。だって俺の黒歴史はもみけんと出会った時期なんだけど、教室に入るドアあるじゃん、あれってスライドじゃん大体、ガーってガラガラって。そこのドアに、要は挟まった状態で腰掛けて、でドアに片足を置いて、片足上げた状態ね。だから体操座りで片足上げた状態でドアに足をつけて広瀬香美歌ってたからね。みんな可愛いよだからそれは面白いよ。いや可愛い。珍獣8号のお友達に伝えてください。可愛いですって。はい、ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕たちは絶対にそれあんたの話でしょとは言いません。ぜひ友達が言ってたことを教えてください。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパエアのバサラカを選択して送ってください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしております。スパエアのバサラカ。お送りした曲はスパエアで Just Like This 2023より Will Never Die でした。はい。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もたくさんお悩みが届いております。お悩みだらけですね。ラジオネームあきんちょさん。ありがとうございます。陽介さん健太さんこんばんは。こんばんは。福岡在住の高校1年生です。10月末に初めての文化祭があり、私は部活でレモンケーキを一人で150個作ることになってしまいました。楽しみにしてる反面、私はもともと肩や腕が弱くて疲れやすいので不安でいっぱいです。陽介さんや健太さんは腕や肩を鍛えるためにやってることや気をつけてることはありますかって言ったら、ここじゃないよね。ここじゃないね。その150個作るっていうシステムに対してね、文句言った方がいい。手や肩を鍛えられたとしても10月末までに強くはならんよ。ならん。でしかもあれでしょ、レモンケーキとかってさどうなるやつかな、日にちをさ置いとけないよ、ね、置いとけないよ多分。持って2日とかでしょ。2日も持たないんじゃない。持たないかな。でしょ。マジ150個ちょっと待って何個オーブンいるの。だから学校ので作るのかな。俺も一回さチーズケーキをさ、自分で作ったことがあるの。オレを砕いて。美味しそうだね。でその時も結構クリームチーズさこう売ってるじゃん。あれをこうこねこね潰して溶かすよね。あれ俺1個で結構腕パンパンになったから。いや俺もレアチーズケーキ作ったことあるけど、
パンパンよ。いやちょっと待って、そこ何引っかかったのお前作ったことあんのってのに引っかかったよ今ねえそこそこに引っかかった。あ、レアチーズケーキ作るんだね。結構料理するよ。スイーツも作るからね。スイーツ作ると料理作るは結構違うジャンルじゃん。いやでも俺スイーツ好きだからね、食べるの。まあ確かにね、和菓子も好きだし洋菓子も好きだから自分で作っちゃうよねなんかどうなるんだろうって。でもレモンケーキってどうなんだろう。わかんない。そういう系なのかな、作った混ぜる系なのかな。ことがないんだな。だからもしくはその1日で、いや何1日でっていうことはそのレモンケーキを部活で文化祭で出すことになって、その通算で150個作らなきゃいけないってことだよね多分。だからその日に150個納品ですってことじゃなくてそう1日を通してってことだよね多分。だってじゃないと無理じゃない。それは無理じゃない。いやでもまあオーブンがさその何個もあればいけんじゃない。いやフル稼働。でもさそれ、結局さ、最後の1個とか自分で食うはめになるじゃん。いやそうだね確かに。だからいや納品バージョン。納品だとマジ150個納品してください。ちょっと待って、しんどくないそれ。これは腕や肩を鍛える前に、もう一人講義した方がいい。もう一人だよね。いやもう一人いても75個無理だよいやめっちゃきついよこれ。だからまあ20個ぐらいかな限界多分。いやまあ前日にした方が絶対いいよ。だってだから前日に作るんだったら50個はいけるよ多分。何の部活なんだろうね。でもまあ腕や肩を鍛えるためにやっていることとか鍛えたいって言うんだったら懸垂でいいと思います。懸垂ね。懸垂すればもう全体がいくんで、握力も強くなるんで、だからこう回す時のこの持つ力が強くなると思うんで、懸垂泡立て器を持つ力をだいぶ握り込めると思うんでああいうのってさ、力抜いて空気をいっぱい入れた方がいいんじゃない。まああれだよ、正論言えばそうです。そしたらだってそうじゃなかったらパティシエみんなムキムキそうあえて鍛えるって言うんだったら懸垂でいいと思いますはい。でもまあこれはシステムに一回文句言った方がいい気がしますね。これはちょっとおかしいです。はい、あきんちょさん頑張ってください。続いていきますか。はい。ラジオネームくどパンさん、ありがとうございます。お二人ともこんばんは。こんばんは。お二人に解決できるか分かりませんが、とりあえず送ってみます。僕は漫画が好きでよく表紙だけを見て買っています。面白かった場合、後で買いに行くのが面倒なので、物語も知らないのに10冊くらいまとめて買います。そして面白かった時はすごく嬉しいんですけど、面白くなかった場合すごく後悔します。お二人に面白い漫画の表紙の見分け方を教えてほしいです。よろしくどうぞって書いてある。いやいいねいいね。でもクドパンはだいぶなんだろう、ギャンブル色が強いね、性格の。これやる人なかなかいないからね。面白かった時の脳汁がやばいんですよ。そう、すごいパーンって出るんだろうね。俺選んだぜみたいな。そうこれ9割面白くないでしょ多分。だでもさ、漫画も今最近みんなスマホで見てるよね。いやでも本を多分さクドパンは買いたいわけじゃんきっと。1個あるねこれ。1話目で書店がめちゃプッシュしてる。なんか店員さんの手書きでこれはどうでした、ここまで見てくださいとかで、なんかあの人も絶賛みたいなのをさ、店員さんが調べてきて書くみたいな。そうなんかもう店員さんが書いてる表紙のものはまず間違いない、基本的に。なるほどね。そうだ、自分の多分好きなジャンルじゃなかったとしても、基本的には面白い。まあだからジャケ買いってことか。そう、ジャケ買い。俺でも意外と好きだけどね、ジャケ買い。そう。本とかでもジャケ買いする俺は。俺もね、本はねジャケ買いしたよ。したんだ。それ何？岡本太郎。芸術の方行ったね。でもジャケが、自分の運命に盾をつけみたいな文字バン。のみみたいな。のみ。かっこいいね。いいね。で、俺岡本太郎もともと好きだったの。だからそれを見た時岡本太郎の本だと思わなかったの。で帰ってきて、これ岡本太郎なんだ。もう引き寄せられてるね。で読むじゃん。意味わかんない。俺もさ読書もともと苦手で、ちょっとずつ読めるようになってきたんだけど、その段階で読む本ではなかった。もっと玄人好みの。そう。なるほどね。これは何を話してるんだね。さすが岡本太郎。いや、いいですね。まあでもとりあえず10冊買うのやめよう。10冊はやめよう。1冊にしよう、まずは。まあ1冊
外れの一冊みたいなのもあるしね。まあでも1冊ならいいじゃん。10冊外れだからもうそれよりはまだ1冊でいいと思う。1巻から10巻って買うってことだ。そうだからただまあ10巻買って当たりだった時の脳汁はすごいと思う。なんかでもここで出す脳汁ではない。でも俺クドパンさんのこの性格で面白かったタイトルを教えてほしいわ、逆に。気になるね。これ10巻買って脳汁出ましたわっていうタイトルを教えてください。いやー、聞きたい。聞いてたら、ぜひフリーメッセージの方でね、はい、ぜひ送ってきてください。あれでもいいしね、実況でも。実況でもいいし、もうぜひぜひよろしくお願いします。クドパンさん俺面白くなかった方もでも聞きたい。そうね、どっちね。トップとワースト聞きたいね。聞きたい。ということで、番組では皆さんからのお悩み募集しております。目玉焼き何かけるみたいなものから、パソコンの組み方教えて。それを教えられるわ、俺。いける。幅広く募集しておりますので、気負わず送ってみてください。メッセージの送り先はすべて小文字で、バサラカ@fm福岡.jp、basaraka @fm福岡.jp、もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。皆さんからのお悩みお待ちしております。スパイアのバサラカお送りしているのはスパイアで Just Like This 2023よりリバースです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。パソコン作れんの？パソコンは全然組める。だってうちにある Windows 自作ですからね。そうなんだ。そうで、中のマザーボードだけ買って。ガンプラみたいな感じで作れるの？作れる。全然ガンプラみたいな形で作れるよ。そこの部品が何をしている部品なのかっていうのを分かれば組むのはすごい簡単。そうなんだ。あとは水冷とか風冷とかいろいろあるんだけど、冷却システムとかそのシステムの内容が分かっちゃえばもうプラモデル。あとはなるほど、これがこうなんだねみたいな。幅広くじゃあ我々対応できますね。はい、対応できますよ。ただ専門職ね、弁護士とかそうだね、税理士とかそれに関してはそっちに聞いてってなるんだけど、いや多分ね、これ台本作った際のもね、いけんの今思ったパソコンはいけます。今までさ、それいけないじゃんみたいな、これは誰々言えよみたいなのがさ、あそこのあれだったし。そうだね、お決まりだったからケンタはパソコンが作れますということで、何点かお知らせものがあります。10月から放送テレビアニメ青の見風呂オープニングテーマに書き下ろし新曲青が決定しております。その青を引っ提げて11月からは7都市を回る全国ツアースパイアツアー青が開催されます。福岡公演は11月17日日曜日ドラムロゴスです。そして10月19日、近畿大学福岡キャンパスでの茅の森祭、こちらに、我々トークイベントとして出演させていただきます。情報は番組ホームページをチェックしてください。ということで明日がいよいよジャストライクディス2024となっております。もう寝ましょう。今日はたくさんのメッセージありがとうございました。番組では、皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。陽介健太のお悩み相談宛てのお悩みメールや、番組を聞いてのリアクションメール、この映画が面白かったですみたいなフリーメッセージ、どんなものでも大丈夫です。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp、basaraka @fm福岡.jp、もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから、番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信しておりますので、ぜひお聞きください。よろしくお願いします。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それでは明日日比谷野音、ジャストライクディス2024でお会いしましょう。待ってます。バイバイ。